テキラドンディジョンです。今回ナビ VS フォーリンゴッツというクランですね。ちょっと聞いたことないクランなんですが、早速やっていきましょう。さあ、ファーストアタック、ピーカス。スーパーボーラーっすね。タウンホール15のね、決勝戦の時には、スーパーボーラーね、急に使い始めたりとかはあったんですけども、バルキリーのサイドカットも入れつつ、ここは反対にはシューター使ってますね。ヤッタックみたいな感じで両サイドをシューターとおでひでカットして真ん中レッツゴーかな。ジャンプインをいきなり入れていく形のスーパーボーラーになりそうですね。タイチクロスまではそうなると降りたい感じになるのかな。クエイクを揺らしていって大工の方をここは回復効果を入れないような感じでね止めていきつつ、うまいですね。さあハイゴレを先頭に一気に入っていきます。ジャンプインスーパーボーラー。援軍はアイスゴーレム。ちゃんとタイタン入れてるんでね、どんな援軍に対しても対応できるような形もありつつ、今のいいバウンドダメージ、タウンホールが届く前に、本体が届く前に勝手にタウンホールが折れている。すごい、かなり、火力が高い。両方攻撃が攻撃も防衛側の火力もすごい高いですね。すごいことになっている。キングもフィスト使って、で、ドカドカドカとハイダメージで降り続け、クイーンは記録はもう使っちゃってるんですけど、中央もすっからかんになってるので、あとはロイヤルチャンピオンがフォックス付きスケルトンもある。シューターまだ残ってたんですね。余裕すぎる展開。すごい。バーサス。めっちゃ強いな。まんまスーパーボーラーやらない人がスーパーボーラー採用するっていうのは相当刺さると判断された時ですね。ピーカスほんと強いな。最強の一番手だね。対戦相手、スーパーバーバリアンラッシュですね。スパーチャスーパーバーバリアンになるかなっていうところなんですけども。突撃艦を投げていきます。この編成やっぱ今ウォーデンが強いんでギアつけれるようになって、ヒーローパートにねウォーデンを使うことの価値が高いので、突撃艦をね遠目で飛ばしていくっていうやり方はほとんど取られなくなりましたね。その方が強いですね。うわ強いな。それモノリスまで降りたら本当に強かったんだけど、なんとかモノリスの方は耐えつつ、これが最後のインビジブルですね。どこまで伸びるか。マルチ IT は取りたい感じもあったし、シングルも取りたい感じあるんですけど、ちょっとずつダメージが足りない。モノリスもね、めっちゃギリギリなんですけど、落とせなかったですね、これ。惜しい。さあ、エイゴレからヒーローを展開していきます。このルートだとちょっとシングルインフェルノ折れてるかどうか結構差がつく感じにはなりましたね。さあ、キングシオリ、ここはストライカーも刺しつつ、他の動画でも言ったかな、このスーパーバーバリアン編成の時にルートライダーを少しだけ混ぜるのがね、結構強いですね。ウォールブレッカーと、一応持ってきてはいるんですけど、盾役としてね、ヒーロー単体だけで歩かせるのではなくて、このシンプルにステータスの暴力のようなね、ユニットを一緒に混ぜこぜにしつつ、穴も開けてくれるし、で、タイタンも入れることで、ある程度ケアしていくような。なんか、穴開けのキングでしたね。クエイクのキングでしたね。クエイクブーツだっけあれなんていう名前なんだ。なるほど。範囲ダメージが欲しいからタイタン採用したのかな。これマジでなおさら真ん中もノリス折れてないのが痛すぎるな。ロイヤルチャンピオンは一応手元には残ってるんですけどもって感じ。さあ、この状況でタウンホール残っ
て、6時も残って、6時から回すのは結構ありな気もしないではないけど。モノリスが、結構 HP 落ちてたんで、それ、ディガー1体で落とせるぐらいのあれなんで、6時回しの回収6時からで、よかったんじゃないかな、ロイヤルチャンピオン。6時 AT から6時回収入れて、真ん中モノリスはディガー展開でよかったんじゃないかなって思うんだけど、そもそも時間がこれでも間に合いそうな感じはありますね。どうだ？あとギリギリの時間になってきましたが、間に合いそうかな？間に合いましたね。これでも全開だったと。学ルートライダーではないですね。クイヒーのスーパードラゴンリターン型。あんまり学がこの編成やってるイメージはないんだけど、16では特に久しぶりな感じもありますね。まあでもこれあれだね。これロイちゃんの方インビジブルするかもな。インビジブルじゃないや、リターンするかもな。フォックスから行かれてるのちょっと痛いけど。このクイヒールートは相当強いし、そうですね。新しい。この編成って基本クイヒーの方をね、リターンで回収していくことが多いんですけども、ロイヤルチャンピオンの方を回収していくやり方で、あとはクイヒーの方を進めていくって感じですね。ただ火力は相当高いところに入っていきます。ここは、シューターの方とクイーの方で両サイドカット、投石が残っちゃうのでっていう差し込み方をしたんだけど、これ、普通にあれじゃダメだったんかな。そこもドラゴンスタートじゃダメなんかな。横打ち相当気になるって感じで、ロイちゃん使ったのかな。エアスイがちょっと逆光なんですけど、クイーンの方でしっかりね、ここサイドカットできてるのでいいですね。僕もこの形の配置なんかこういう入りで、フレチャリで結構試して取れた気もするから、かなり伸びてますね。タウンホールの方にドラゴン進んでくれたんだけど、トラップによって落とされる。ロイヤルチャンピオンがね、ここ手元にまだ残ってるので、そうですね、クイーン、キング、ロイヤルチャンピオンすべてをタウンホール反対の9時サイドに集めてスタートしつつ、あとはインビジブルが手元に2発残ってるので、星1も怖いようなね、入りをしてるようには見えるんですけど、フィストさえ残ってればね、これもう残り時間1分もあるので、勝手に全開になりますね、これは。多分タスク切ってもね、放置のヒーロー能力だけで戻せるような気もするな、こうなると。インビジブル2発あるんでね。一見するとちょっと怖いタイミングでの逆サイドヒーロー展開のように見えるんですが、これが最適解ですね。もうここインビジブル使っていきましたね。なんならこれ、タウンホールインビジブルで隠して、タイチクロスを折らせて終点キングにやるやり方でも、だいぶヤンキーなあれだけど、そういうあれでも取れちゃいますね。このフィストが強すぎるんよ、とどめのこのフィストが強すぎる。さあ、キング以外はこれで全部すっからかんにはなりましたが、勇気ある逆サイド展開を選択したことでしっかり全開まで持っていきましたね。ナイス判断です。対戦相手61天才のラバル編成ですね。クイーンの横のところのタイチクロスとマルチアーチャータワーとダイクかなのところ天才で、イエティを迫撃砲のためにね、ターゲット取らせてあげて、シューターなんだけど、そうすると、内が入っちゃったんで、こっちのケアはできないんじゃないかな。でも、イエティ自体の攻撃力で迫撃砲を追ってくれたので、スムーズに進みましたね。なんか、クイヒーっぽいような、富士いいんですね。キングの目的は、本当にサイドカットとして流すだけでいいんかな。サイドカットして、このマルチアーチャータワー区画に誘導してあげるとかしてあげてもよかったのかなって感じはしますね。タウンホールまで見るためにキングの方をフリーズで固めていきましたね。シューターは非常にいいですね。イーグル砲のところまでしっかり突破しつつ、ポイズンタワーは、ストライカーの方で据えたので、クイーンの方も特に当たることはなく、キングはただ流れていく人になっちゃいましたね。
さあ、レイジジェメのラバル、なかなか強気ですね。付け替えミスな可能性もあるんですけど、さあ一気のラバストライカートームをかけていきます。まあ、ラバル編成でこれは多分ミス。ヒーローギアの付け替えミスっていうのも頻繁にね、起きているので、まあでもなんかどうだろう。フリーズ系の呪文はもうないのか。さあ、フォックスいるんですけど、ここは消えれないタイミングだったので、ロイヤルチャンピオン捉えられつつ。まあ、ラバルはさすがにライフオーラ欲しいっすね。きついっすね。レイジの恩恵がバルーンは受けづらいんでね、移動速度上がるわけではないので、まあいろんなとこで同じようなこと言ってるんですけど、まあ相性がそんなに良くないヒーローギアにはなってるので、まあ、普段陸の編成とかクイヒールートライダーとかやってた、レジェンドリーグとかでやってる人が、そのまんまついちゃってたとかね。そんな感じじゃないかなって思います。このミスは絶対、まあ序盤にやっとくべきですね。うん、むしろ。序盤で自分でやっとくと、覚えられる。自分のミスだとね、特に。人がやったミスって多分、なんかやってるわって感じで、あれなんだけど、自分がやったミスはもう、これはもう絶対しないって覚えられるんで、特にこういうね、ちゃんと大会でのミスは、身をもって覚えましょう。カズマくん、61天才のクイヒールトライダーか、おでひパターンもありますね。天才になってくると、まあ、カズマくんはね、なんだっけ、やっぱおでひですね。エレクトロタイタンのなんか亜種みたいな感じでやっていくやり方も多いですね。まあ、どこまで見ていくのか。天才の方はモノリスの方を追っていくことで、まあ、シューターでタウンホールを打てるようなセットをして、タイチクロスまではおでんで見たい感じなのかな。ヒーラーも全部出してるし。ですね、これ。シュータールートが強い。穴開けはそうか、ルートライダーでやるのか。本来ならば、オールブレーカーを使って、8時の区画からエレクトロタイタン編成とかが割と一般的なやり方にはなってくるんですけど、このやり方のいいところはスーパーバーバリアンとスニークゴブリンということでね、スーパーユニット2種、ウォールブレーカーの別にね、使えるところ。穴開けの方、ルートライダーでやることで、これジャンプじゃないっていうところもポイント一つありますね。タイタン、援軍ラバーハンドいるよ。しっかり寄ってきてくれた。偉い。援軍処理をきれいにタイタンも手伝ってくれております。これですね。ルートライダーの強みは、ここでゴリゴリ進んでくれることによって、ジャンプの呪文の代わりにレイジを2枚採用することができるっていうところ。特にね、天才の攻めなので、呪文の枚数が少なくなってくるので、ジャンプよりも、こういったレイジとかフリーズの枚数が多い方が圧倒的に火力としてはね、高くなるので、これ強いっすね。ルートライダーの道がしっかり作れているので、シューターもめっちゃ強かったし、確かにこのやり方するならクイヒールートライダーとかもね、割と当たり前のように強いけど、こういうエレクトロタイタンの上位互換になりかねないぐらいのスペックがありますね、これも。対戦相手、これは、花火の、初手花火の形のルートライダーラッシュかな。まあ、ルートライダーが強いんでね。まあ、ルートライダーを基軸に、いいロキバルになりましたね。かなり
ウォーミングも固まってあったところ、これは安いワンプッシュ。インビジブルも外れてる。それはやばいんじゃない？おー、ギリギリ戻っていきまして。クローンがなければ、これは、タウンホールどうだ？怪しくねこれ。価格全部こっちに寄ってる。GG。トラップぶっ刺さりゲーミングでした。おしまいです。すぎる、これは。あまりにきつすぎる。安い、偉かったっすね。まあ、マルチアーチャータワーがあるところだったんで、ホーミングをしっかり据えた上でこうやって届いてないんですよね。突撃艦っていうところに対して、なんか、ホーミングなくてもダメージ量でしっかり落としてしまうだけの火力。さすがですね、マルチアーチャータワー。さあ、ここからは地獄のリカバリーです。ルートライダーウィズでサイドカットをやりつつ、キングクイーンで入っていきますが、呪文もないんでね、これは。フリーズを打ちましたね。クロークのみでタウンホールまで行けるかどうかですが、第1クロスのタゲは取ることができない。クイーンはクローク打って、クイーンまで遠目入れたい。入ったよ。入り続けてるよ。巨爆見えたよ。タウンホール爆破まで合わせるような、あれが、てかもうトム打ってんのね。きつすぎるね、あまりに。まあ、初手の、まあこういう、初手ゲーなんでね。突撃関係の戦術って。初手ゲーは初手ゲー失敗したら終わりですよ。さすがにね。まあこれは、GG すぎるな。60%。タウンホール15じゃない、いや16でこれは相当痛いですね。クラウス52天才のエレクトロタイタン編成。前もなんかこういうタイタン編成採用してた気がする。まあ52なんでクイーンがいる場所に打つわけではなさそうですね。ここで引くじスタートしつつ、内側おるのかな？透析マルチ ITAAT 第1クロス。AT ターゲットを取らせつつ、おでんのダメージも入ったので、ちょっと一発入りそうかな。痛いね。で、削れるところをガーゴイルで削っているっていうような状況。対地クロスまで降りたい感じかな、このターゲット見ると。さあ、いいウィザードですね。対空砲の方も。大工強えな。なかなかウィザード対空砲削ることができてないんですけど。さあ、ここで、シューターのサイドカットもかなり綺麗に進んで。金庫まで削りたいな、それだと。金庫削ってもらってクイーン展開ナイス。で、戻して、ルートライダーじゃないよ。これはエレクトロタイタンレッツゴー。まあ、これも、あれですね。まあ、なんかシューターが穴を開けてくれているおかげで、ウォールブレーカーは、左サイドにはつかなくなってしまってはいるんですけども、テスラもいいタイミングで入ったので、シューターがぶっ刺さりです。ジャンプを使わない形で組めるっていうところ、ちょっとこれはストライカーが防衛援軍、ウォーデンにね、ガンガンに入ってしまったので、ホームをここで使わされてしまう。さあ、バルキリーサイドカット、3時から、まあ4時方面から3時の方へ。で、エレクトロタイタン1体だけ手元残してたんですね。3時に展開して、ロイヤルチャンピオン、それを盾に使っています。中心部、リクスケも固まってはいるんですけど、タイタンもこのフィストのキングもリクスケに対しては相当強いので、ありませんでした、リクスケなんて。フリーズを使いつつ、まだもう1枚あるので、ロイヤルチャンピオン、ここはフリーズ使ってロイちゃんそうですね、保ちたいですね。マルチ
アーチャータワーが裏から撃ってはいますが、なんか、ターゲット入るけど、痛いは痛いけど、耐えれますね。そうなると、あとは時間との勝負。お出ひした分、結構時間はかかってはいるんですけど、しっかりね、ヒーローさえ残ってしまえば回収力も高い。ウィザードも新レベルなんでね、回収速度も高くなってますね。今までのレベルと同じ金山とかランクなので、ナイス旋回。対戦相手、クイヒールートライダーかな。これもさ、一概にクイヒールートライダーなのか、まあ、カズマくんみたいにね、お出ひのルートライダーなのか、なんかスーパーボーラー的な使い方なのか、ユニットの構成だけじゃわかんない時代になってきましたね。さあ、この配置も結構似たようなタイプの配置はかなりね、下の方のタウンホール隊の時からあったものの、おお、はいよ。もう同時抵抗。なんかまだ30秒しか経ってないんですよ。クイヒーパートも。全体の30秒しか経ってないけど、もうスタート切っていきましたね。ドリルも使って、キングを流していく。もうディガホグみたいな感じで進めていきますが、ルートライダー穴開けちゃうとちょっとこれクイヒー流れそうだけど。さあもうこれはもういろんなユニットかかってる間にもトームかけちゃえと。えぐいっすね。ヒーリングトームっていうところもあって、マルチアーチャータワーとマルチ IT3 本かかるこの超範囲ダメージ区画に対してヒーリングトームで利用しをしていこうというところ。キングの方はタウンホールに差し込むようなのが目的だと思うんですけど、インビジブルタワーにフリーズ使ってるけど、ここもう一回フリーズ。キング、それなんだ。普通のフィストなんだ。タウンホールが消えてなくなってしまった。中心部の方もクイヒーが、あとはどうにかするしかない状況。さあ、ドリルがタウンホール固めてくれる。ドリル単独でタウンホール折れると熱い。潜れないか、もうちょい。ただ、裏道ウォールブレーカーで作れましたね。クローク残ってる状況で、ウォールブレーカーは9時から投げ込んでいきますが、どうでしょう、届きまして、一応これでクイーンのための道は作れた。クローク打って、大砲を折って戻って、一応、ぐるーっとクイーン動くようなルートは取れましたね。ヒーラーが投石機から撃たれないところまで入っていって、タイチクロスがしんどいな、さすがに。第1クロスが無駄なく打ってくるんで、もうユニット的にはターゲット取れるものもないんでね。よう伸びましたなというのが感想なんですけども。頑張ってバーバリアン2枚で第1クロスのタゲを取るようなタイミングでね、取るとかしかしないといけないんだけど、さすがにもうヒーラーがいないし。ぐるっと回らないか、そもそも。ぐるっと回ってくれたらまだ1個ぐらいは壊せそうでしたね。ただサダック星3パーフェクトチャレンジ。61天才のラバル編成と言うべきなのか、ルートライダーじゃないや、ドラゴンライダー編成ですね。タウン隣のところ、クイーンもいたところ、ここは、シューターバックワードプランだ。これシューター美味しいな。テスラも入ってきてるし。で、あとはヒーローパートなんですけど、ガーゴイルで大砲がポンポーンと。美味しすぎますね、これは。ありがとうございますというところ。キングを使って、6時の方に入れていく流れかな。クイーンはそのまま流して戻ってった。おやちょっとだるいですね。インビジブルでここは、悲しみのインビジブル誘導。嫌なやり方になってしまいましたが、あれをしないとキングの仕事ができないんでね。ここは、ウォールブレーカーも使って投石機までキングが綺麗に進んでいく。で、ウォールブレーカー穴開けで、キングの方も。キング強えなぁ。95レベっていうだけでも強えわ。
ゴーレムの方はこれ出さないアイゴレでやっていくなら、ロイちゃんのために12時使いのゴーレムになるのかな、そうなると。ドラゴンライダーは、このマルチのところらへんから4時からレッツゴーなのかな。援軍ここで釣れるの美味しいですね。早いですね。ここでもうクロックを使っていく。細かいユニットたくさん出てくるかと思いきや途中で止まる。やばか。ウィズ島にバルーン、フリーズかけて、これは、フェニックスでマルチャー ET を降りに行くプランですが、安いどうでしょう。ワンプッシュ。惜しい。もうライダーのせいで、ルートライダーって言っちゃう、もう、同じライダー。やはりゴーレムからのロイヤルチャンピオン12時展開してますね。サージカル気味にバルーンとルじゃないよ、ライダーを使っていって、対応する防衛施設の弱点に対して刺していくようなイメージですね。モノリス、フリーズ、スケルトン、ドラゴンライダーはマルチ IT に対して強いので、あとは HP でご利用していく。ここはレイジジェム採用ですね。これに関しては、微妙なところですね。ライフオーラも強いし、ドラゴンライダーの攻撃力を上げていくっていうのもありだし、難しいところですが。ナイス旋回。対戦相手ラストアタック。無事パーフェクト勝利で圧倒的スコアでね、内容も完璧に強かったですね。ギリギリの全開みたいなのがもうほとんどない。強いて言うなら額のアタックぐらいで。対戦相手61天才のライダー入ったラバーですね。ちょっとテスラ怖いですが、何もチェックせずに。めっちゃテスラスペースあるけどね。強い。そのスーパーババリアいいね。ロケバル1体だけ出して、ここはドラゴンライダーを使って、援軍も釣れる位置なんで、そのでもすごい。結果的にはホーミング3個めっちゃ据えてますね。ぴょこんと、ロケバルを使って。ドラゴンライダーもう1体は、これは保険で持ってきたものなのかな。でも、コウモリに対してロケバルもこんなに使うなら、もう1体でも落とせるって判断できると思うんで、別のところにまた使ってくる可能性はありそうですね。キングクイーンを展開するんですけど、ちょっとキングが流れちゃったので、リカバリーのスーパーバーバリアンタゲット。これでクイーンには入ってないね、対地クロスの時は。シューターの方もターゲット入っちゃったので、ここで弾け飛びつつ。キングの方、出た殿下のクエイク。クエイク採用面白いな。またレイジジェムだ。これは明確に弱いっすね。ラバルのレイジは弱いと思うな。しかもこれクエイクで穴開けしてタウンホールクイーンで見てましたってプランかなきっと。ほら、バルーン大変なことになっちゃってるじゃん、これ。感じ。きついっすねどうだろうな。クイック採用でこれやるんだったら、どうなんだろうな。クロークは最低でもクイーン、援軍に捕まっちゃうから、援軍は事前に釣ってないといけないかな。このやり方するならヒーローパート。援軍釣れるチャンスはあるんで、このやり方するなら9時のロケバルライダーでイーグルを降りつつ、ホグとかをね、アーチャーターンのところでロケバル刺してたりしたところを、ロケバルに追加してホグとかつって、援軍を完全に釣り切りつつ、イーグル砲まで降るとかして、ようやく自分のやりたいことができたかなって感じですね。その上で全開取れるかはまた話は別なんですけど、このプランの実行度を高めるんだったらそういう工夫をしてもよかったかもしれないですね。
はい、というわけでね、終わりまして、15対11ということで、タウンホール16、新体制 P カス加入してからの安定感が半端ないですね。こける方が難しいぐらいのね、感じになっちゃってますね。この技術力の高い5人からすると。ちょっと P カスの安定感えぐいし、ここ1番手で、世界ナンバーワンのね、1番手を加入できたのは本当にでかいですね。というわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。